はい、皆さん、こんにちは。株主です。JR 下関駅に到着しました。山口県の西の玄関口として本州と九州をつなぐ交通の要衝です。今回の旅の出発点はここから始まります。まずは歩いて山口フィナンシャルグループ本社へ向かいましょう。実はここ下関市は2025年7月時点で人口が23万7000人、最盛期の1980年には32万5000人だったので、他の地方都市同様人口減少が進んで都市の再活性化が大きなテーマになっております。かつては全国有数の漁業と商業の拠点だった時代もありました。そんな下関の中心に立つのがこれから訪れる山口フィナンシャルグループ本社です。さあ見えてきました。この黒いビルが山口フィナンシャルグループ本社となります。どっしりと構えたこの建物、見た目こそ硬い感じですが、中に入ると最新の金融テクノロジーやデジタル戦略が動いている、そんな地方金融の未来を担う場所です。この本社ビルは1965年に建てられて以来、今もなおその姿を保っているそうです。グループの総資産は約13兆円。また2025年3月期の業績では経常利益約520億円超えと、地銀グループとしては全国でも上位に位置する存在です。山口フィナンシャルグループはもともと山口銀行を中心とした地域金融グループで、現在では広島市のもみじ銀行と北九州市の北九州銀行を含む産業体制で中国地方や九州北部まで広く展開しています。ドリームインキュベーターも山口フィナンシャルグループの持ち分法適用会社になってますね。で、反対側のこの通路を進むと下関港国際ターミナルが見えます。下関と韓国のプサンを結ぶカンプフェリーが出てたりします。近年は IT 企業との連携やスマホ完結の口座開設、AI 融資審査、DX など大胆なチャレンジも進めています。で、この際ついでに小倉駅に来ちゃいました。小倉ステーション、北九州市小倉北区にある北九州銀行本店営業部まで行ってきました。建物はこんな感じ。北九州銀行の経常利益は前期比26億8100万円増加して79億1800万円。なかなか利益を伸ばしておりますね。建物自体は綺麗ですが、やはり山口銀行の方がかなりでかい。はい、北九州銀行本店営業部。さらに今回広島市にあるもみじ銀行本社にも行ってきました。もみじ銀行の経常利益は前期比10億6600万円増加して110億7600万円。ビルも結構大きいですね。そもそも YMFG の Y は山口の Y で M はもみじの M ですからね。そしてもちろんカープの選手を起用で、下関に戻ります。オービジョン海峡夢タワーにやってきました。
はい。こちら高さ153メートル。これまた堂々とした佇まいで関門海峡にそびえ立っております。地上143メートルの展望室からは瀬戸内海から関門海峡、巌流島、そして響灘が見渡せる雄大なパノラマを楽しめます。前は海峡夢タワーって名称だったんですが、調べたら下関市に本社を置く不動産会社のエストラストとネーミングライトを結んで、2024年からオービジョン海峡夢タワーの名称になってるんだって。展望室の料金は大人600円、子供300円と。さて、ちょっと寄り道して向かうのは豊前田商店街。下関駅のすぐ近くにあるこのエリアは飲食店やスナック、ラウンジ、ライブバーなどが立ち並ぶ市内一の夜のにぎわいスポットなんですが、昼間はさすがに人通りは少ないですね。ちなみに昭和40年代頃は夜は豊前田のネオンが明け方まで消えることがなかったってほどのにぎわいで、那覇の松山に次いでスナックの密集率は日本で2位だったとか。公式な統計や資料があるわけではないので実際のところは分かりませんけど、あと新宿ゴールデン街の超ミニチュア版みたいな昭和を感じる香ばしい通りがたくさんありました。昭和のまんま時が止まってるって感じで何か懐かしい感じもします。右を見ても左を見てもスナックビルばかりの飲み屋街となっております。さあ、次に立ち寄るのは旧山口銀行本店。このレトロな建物は1920年に建てられてから一度も建て替えられていないんです。今は山銀資料館となっております。そして反対側を向くと、なんと星野リゾートのリゾナーレ下関がほぼ完成して2025年12月開業予定となっております。そして旧山銀本店から徒歩数分、お次はこちら、旧日本銀行西部支店。現在は明治安田生命下関ビルが建っているこの場所、実は日銀下関支店って高橋是清が初代支店長を務めた場所なんです。日銀の地方拠点があるってびっくりですよね。明治の頃から下関が経済的に重要だったって証拠なんですね。ちなみに高橋是清さん、後に総理大臣にまでなった偉人です。はい。で、なぜか突然の顔出しで、歩いておりますが、この時考えていることは、この酷暑の中で歩き続けるこの企画は思ってたよりきついなと。そして見えてきたのがこちら、現在建設中の星野リゾートの新ホテルリゾナーレ下関。高級感ある星野ブランドが今年12月に開業予定です。で、横を向くとハイカラット横丁という小さな遊園地もあります。観覧車は結構大きめでした。で、ちょっと不思議な赤い2階建てバスがあるんですが、イギリスのロンドンバスを模した観光演出で、旧英国領事館や明治期の外交の舞台だったこの町ならではの光景ですね。
大型駐車場もあって、その通り沿いには海響館という大型水族館もあります。撮影時は改修工事中で休みだったんですけど、2025年8月からリニューアルオープンしているようです。イルカ&アシカナイトステージってのが人気みたいですよ。で、少し歩くと唐戸の桟橋に到着です。関門海峡ヘリコプター遊覧飛行だって。で、その後ろに見えるのがちょっと分かりにくいのですが、下関グランドホテルとなっております。こちらは皇室の方とかもお泊まりになられるようです。そしてその正面には、カモンワーフという飲食店やお土産屋さんが入ったビルがあって、こちらもにぎわっております。下関なのでフグがたくさんいたり、フグ料理のお店があったり、そしてこちらにもフグ、そして現れたのがいきいき唐戸市場。今日は祝日なので人多そうですが、このまま中でお寿司を買ってお昼ご飯にしたいと思います。はい、まずはフグがお出迎え。唐戸市場の楽しみといえば、金土日祝日に1貫から選べるお寿司や海鮮丼を扱う屋台がずらりと並んでおります。今お昼の2時過ぎですが、この活況ぶり、そして3時終了なので半額セールとか1貫100円引きとかをやっていましたね。争奪戦になっております。平日はやっていないので気をつけてくださいね。とにかくすごい人でなかなか前へ進めません。そしてこのお店なんて行列がここまでできていますね。買ったお寿司はみんな外に出たり、2階のデッキで関門海峡を通る船や関門大橋を眺めながらピクニック気分で食べられます。はい、唐戸市場でやっと寿司を買うことができました。こちらです。はい、これが税込み500円。外の風が気持ちいいです。そして唐戸市場の向かいにあるのは亀山八幡宮、通称亀山さん。こちらは1000年以上の歴史を持つ下関の守り神として現地の人々に親しまれております。あとこの鳥居の山という文字の左下になんと野球のボールが挟まったままなんです。昭和33年に偶然挟まって以来、どんな嵐でも落ちず60年以上そのままです。地元の高校球児たちはここで勝ちますようにと祈願し、春夏の甲子園で活躍した学校も多いんです。
そう、ここは野球の神様とも呼ばれる不思議で強運が宿る神社なんですね。さらにここは、床屋発祥の地でもあります。鎌倉時代中期にそのお店は亀山八幡宮のすぐそばにあり、床の間に立派な祭壇があったことから床屋の屋号で知られるようになったとか。つまり全国の床屋さんのルーツがここってことですね。続いてやってきたのは下関が世界に誇る歴史の舞台、春帆楼。実はここ、日清戦争の講和条約である下関条約が結ばれた場所なんです。明治28年、日本側は伊藤博文らで、清国側は李鴻章という大物がやってきて、台湾や賠償金の行方がここで決まったっていうからすごい。もともと飲食店でしたが、現在は宿泊もできる高級フグ料理の老舗旅館となっております。まさに歴史とグルメの聖地。さて、春帆楼のお隣にあるのが赤間神宮。下関の海を見下ろすように立つこの真っ赤な社殿。はい。この神宮、実は壇ノ浦の戦いで幼くして亡くなった安徳天皇を祀っている場所。源平合戦の最終決戦、源義経が平家を滅ぼした終幕の地がこの下関なんです。真っ赤な竜宮城みたいな門構えが特徴です。見た目のインパクトありますね。境内には平家一門のお墓も並び、どことなく物悲しい雰囲気もあります。ちょっと下関って教科書に出てくるような歴史が多すぎて追いつきませんわ。これまだまだありますからね。それにしてもここ綺麗ですね。映えスポットじゃないでしょうか。あと実はこの赤間神宮、もう一つ有名な怪談の舞台でもあるんです。琵琶法師の耳なし法一がいるんです。平家一門を祀っているところの横には法一堂という耳なし法一の像があります。耳はやっぱないですね。赤間神宮は今では下関のシンボルとして観光客にも人気のスポットとなっております。そしてお次は唐戸商店街の方に行くと、赤レンガ造りの旧下関英国領事館。無料で当時の中の雰囲気を味わえます。明治時代に建てられた現存する日本最古級の領事館建築の一つです。なんでイギリスの領事館が下関にあるんやろうね。実はその背景には幕末の馬関戦争または下関戦争があります。1863年、下関海峡、現在の関門海峡を封鎖した長州藩とイギリス、フランス、オランダ、アメリカの4カ国連合との間で戦火が交えられ、長州藩は負けたのですが、終戦後は賠償交渉などを通じて長州藩と外国との関係が一気に接近。1902年には日英同盟が締結され、イギリスにとって日本、そして下関の存在価値はさらに高まっていきました。中はこんな感じ。
その後下関は国際航路の要所として発展し、1906年ついにイギリスがこの地に正式に領事館を開設することになったようです。下関戦争の賠償交渉の時にイギリスは下関の彦島をイギリスに租借するよう求めて第2の香港にするつもりだったのですが、交渉に当たった高杉晋作が断固拒否したそうです。もしその時一時的に彦島をイギリス領にしていたら、今頃下関は香港のようにめちゃくちゃ発展していたかもしれませんね。そしてイギリス領ということで太平洋戦争終戦間近にあった下関大空襲ももしかしたらなかったかも。この辺は妄想ですけどね。ちなみに2階にはカフェもあります。でも高杉晋作がその時彦島の租借を断固断ったり、その後倒幕を試みて明治維新の原動力となって現代の日本の発展があったのかもしれませんね。現在この建物は展示室として一般無料公開されており、建物好き、歴史好きにはたまらないレトロスポットになっております。ですぐそばの唐戸商店街を通ってみます。ここも昔はすごい賑わっていたそうですが、今は飲食店がポツポツとある感じで、昼間は人通りも少なくてちょっと寂しい感じがしますね。で少し進むと今話題のグルメスポットが誕生しています。その名も唐戸晴れて横丁。プロデュースしたのは元国会議員でタレントの杉村太蔵さんです。この施設実は北海道旭川の晴れてに次ぐ2番目の施設なんです。晴れての特徴は初期費用ゼロで設備付きですぐ開店できる点です。4坪ほどですが、敷金、礼金、内装費ゼロ、厨房設備も揃っていて最短3日でオープン可能。ただし売上の 20% を運営側に支払う仕組みとなっているようです。それでも自分で始めるよりは圧倒的にリスクが低くて、まず飲食店を始めてみたいという方にはうってつけかもしれませんね。しかも売り上げが安定すればいつでも他の場所に移転して OK で、実際に成功してもっと広いところへ移転したお店もあるみたいです。卒業制度のような仕組みが整っていて、チャレンジと地域活性の場として注目されております。将来自分のお店を持ちたい人、下関で勝負してみてはいかがでしょうか。杉村太蔵さん曰く、人と町を晴れにする横丁を全国に広げていきたいとのこと。素晴らしい。もう少し唐戸商店街を散策してみようと思います。カラオケ喫茶とか飲食店やスナック、カラオケバーが点在してますね。ここはスナックビルですかね。この後晩ご飯の後に一杯寄ってみようと思います。さて晩ご飯はどこにしようかなと。インド料理屋さんまでありますね。ちょっとこの焼き鳥屋さんが
気になったので入ってみました。こちらは女性一人でも気軽に入れそうなジャズが流れているおしゃれな焼き鳥屋さんです。何でも食材には山口県産ブランドの長州黒かしわっていう鶏を使っているようです。ワインがおすすめのようでしたが、今回はビールで。はい、何頼んでも美味しかったです。はい、では次のお店に飲みに行こうと思います。こちらは唐戸の酒場おとぎさんカラオケバーとなっております。店長はとても気さくな方で、一元で入っても全く問題なし。下関のことをいろいろ教えてくれますよ。そしてこんなこともして楽しませてくれます。で、お店の情報はこちらです。はい、ではまだまだ角島とかありますので、後編もお楽しみに。よかったらいいねとチャンネル登録もお願いします。